SCP 財団及び各国政府より送信される自動緊急放送です。現在不明な規模の収容違反により1つ以上のサイトが通信不能の状態です。市民の皆様は収容チームが事態を解決するまで自宅で待機してください。このメッセージは2016年4月。移動中に作戦の概要を説明する。昨日サイト81時ら警告放送のメッセージを補足した。内容は規模不明の収容違反というものだが、全人類に収容違反を放送するほどの事態であれば少なくとも人類滅亡寸前という話だ。だが実際には今は非常に平和だ。どこからも大規模な収容違反の連絡はない。先発隊4名は通信が捕捉された場所へ向かい何が起きたのか調査せよ。以上、健闘を祈る。ここか。機動部隊イプシロン13、侵入地点に到着。これより洞窟内部へ侵入する。一体どこまで続いているんだ？ああ、家に帰りたい。ずいぶん長い洞窟だな。出口が見えるぞ。気を緩めるな。なんてことだ。一体何を見ているんだ？状況を報告しろ。アメリカのようですが、キモ草も全て死んでいます。それに隊長、ここどこか見覚えがありませんか？ここ、さっき通った場所みたいだな。多分この墓地を抜けると家が出てくるはずだ。一旦カエルの言う通りに進んでみよう。確かにあの家だ。ここに来るときに通った。司令部、民家を発見しました。我々の世界と同じ場所にある。確認してきます。わかった。探索を続けろ。了解。アンダーウッド、ここに中継装置を設置しろ。はい、了解しました。すぐに設置します。中に何があるかわからないから注意しろ。侵入開始。まだ電気が通っているみたいだな。なんてこった。司令部、見えますか？彼らの状態を確認できるか？みんな死んでいます。腐敗の兆候はないので最近亡くなったようです。2016年4月19日、連続殺人事件の犯人逮捕。司令部、我々の世界の該当新聞の見出しを確認できますか？見出しを確認。その日付の新聞と一致する。今日は4月28日。これが仕事か近く経った遺体だと。隊長、ここを見てください。この食べ物を、埃が積もっています。彼らが本当に4月19日に亡くなったのなら、今頃食べ物は腐ってカビだらけのはずですが、一匹もいません。一体何がどうなっているんだ？ヘルビは動くのか？ちょっと見てみよう。あ、おい、みんなこれを見ろ。どうした？これ、俺の妻がよく見るニュースだ。だけど、全員死んでいる。一旦出るぞ。情報を整理する時間が必要だ。隊長、気になることがあります。なんだ？今は夏で、ここはアメリカ中西部です。何かおかしくありませんか？何が言いたいんだ？聞いてください。何の音もしません。鳥の声も虫の音も車の音も何も。風の音しかないんです。ジュノ隊長、イプシロン13の後発隊12名全員到着しました。では今から簡単に状況を説明しよう。少し前、サイト81が電波信号を探知し、この場所へ通じる石灰洞窟を発見。その後、
我々先発隊4名が優先的にこの世界を探索した。君も感じたと思うが、この場所の風景は非常に見覚えがあるだろう。通り過ぎた墓地、住宅、都市、さらには新聞記事までも、全てが我々の世界と一致していた。その結果、我々が下した結論は、ここは我々の世界の平行世界だ。ただし全ての生物が死に絶えている。人間も動物も昆虫も、見えない微生物に至るまで全てが。一つ質問があります。この世界が終末を迎えたと考える理由は何でしょうか。単にこの地域だけの可能性も。この世界が我々と同じ平行世界であるならば、この場所にあるサイト81も我々の世界と同様にアメリカ中西部の SCP オブジェクトを全体的に管理しているはずだ。極めて危険な SCP オブジェクトが収容されているにもかかわらず、この場所は数週間放置されていた。だからこそこれから我々はその原因を突き止めるためにメッセージの発信地であるサイト81へ向かう。幸いなことにこの場所にある車は全て作動するようだ。これからチームを分けて車で移動する。これから2チームに分かれる。我々のチームはここから少し離れた深層保管庫へ向かう。ロイ、君たちはチームメンバーと共にエレベーターで基地のメイン出入り口へ向かい、内部を確認しろ。副隊長、どうした？考えてみたのですが、4月19日に全員が死んで、ここが私たちと同じ世界だったとしたら、私は19日に基地にいた気がします。俺も同じことを考えていた。その時俺も基地にいたからな。私たちもここにいると思いますか？すぐにわかるだろう。あの日ファウストやモロッコと一緒に武器実験室で徹夜作業をしていたが、ちょうどこの日だ。到着しました。ケラ、扉を開けてくれ。みんな注意しろ。ここに遺体があります。まあ多くの遺体があるとは予想していたが、誰かわかるか？みんなミイラみたいに干からびているが、これはクラク、こっちはマックス、これはレリジャー。全員サイト81の職員です。くそ、これほどとは。収容違反ならもっと混乱しているはずだが。綺麗ですね。いや、全員死んでいるのは確かですが、綺麗すぎます。血一滴流れていません。もしかして今回の SCP は何かのウイルスでは？インディゴ、細菌検査をしてくれ。ジュの隊長の報告では微生物さえ死んでいると言っていたが、念のためサンプルを採取しよう。おかしいですね。確か警告放送を送ったなら他のサイトから連絡があるはずですが、何の連絡もありません。待て、確かサイト81は霊愛で管理されていたな。アレクサンドラだったか？アレクサンドラは現在作動中ですが、なぜか休眠状態のようです。起動してみます。アレクサンドラ、聞こえる？アレクサンドラ、私だ。ジェームズ・ケラーだ。マイクが故障しているかもしれない。テキストメッセージで試してみろ。プログラムは起動中と表示されていますが、応答がありません。変だな。通信が途絶しているのはサイト81だけのはずなのに、他のサイトから応答があるはずだろう。他の場所もここ同様、収容違反で封鎖されているようです。ちょっと待ってください。これは何か見つけたのか？暗号化された警告メッセージを発見しましたが、自動で生成された警告メッセージではありません。記録を見ると3日前、誰かが意図的に挿入したメッセージです。3日前、ジュの隊長からここに訪れたという話は聞いていないが、メッセージをジュのチームに送信しろ。向こうで暗号を解読できるだろう。送信完了。
ちょうどジュノチームも探索を終えたようです。わかった。では降りるぞ。降りるってどこへ？ここはサイト81だ。我々の足元に何があるか知っているだろう。収容されたレス CP オブジェクト。忘れるな。この下はケテル QSCP も収容されている空間だ。気を抜くな。待て、ここも電気がついている。この部屋には名札がないが、何かあるのか？この匂いは何だ？この部屋からしているのか？何か腐った匂いだな。うわ、本当にひどい。あの扉も開けてみろ。うわ、完全に腐ってるじゃないか。こんなことがあるのか。微生物も全滅しているはずだろう。なぜこの遺体だけが腐っているんだ？ちょっと待て、カードキーがある。ケラ、お前の名前だぞ。なんですって。変ね。私はその日サイト81にはいなかった。正確には18日に問題の通信を受信してから19日はこの世界へ通じる洞窟の入り口にあるベースキャンプで調査していた。待て、隊長、突然思い出しました。何をだ？覚えていますか？あいつサイト19へ移送されていたやつ。あのトカゲのことか。そうだ、俺が担当した任務だった。あいつ移送中にサイト81を経由していませんでしたか？確かに。待て、その日付が4月19日です。ちょっと待て、トカゲって何の話だ？ここにトカゲがいたんですか？だからトカゲって何なんだよ。それならなぜ誰にも言わなかったんですか？必須人員だけが知っていた情報だ。おい、トカゲってまさか。収容違反はないか？扉を開けてくれ、ケラ。隊長、ちょっと待ってください。まだあいつこの扉を開けるのが正しい選択なんですか？分かってる。でも自分の目で確認しないといけない。あいつが生きているのかどうか。うわぁ。隊長、俺たちは一体何を見ているんですか？ SCP-682 不死身のトカゲ。どんな SCP を投入しても核攻撃ですら死ななかった不死身のはずだろう。ありえない。ありえないだろう。何千人ものエージェントを犠牲にしても殺せなかったあいつが。確実に死んでいます。頭がおかしくなりそうだ。一旦ジュの隊長のチームと合流するぞ。地下での報告です。やはり財団の職員は全員死亡しており、SCP オブジェクトの収容室も確認しましたが、生物型 SCP は死亡しており、非生物型 SCP は非活性化状態でした。そしてあのトカゲも死んでいました。ある程度は予想していた。ケラーが送ってくれたメッセージから。メッセージの解読結果、その正体はこの世界のケラー本人が残したビデオメッセージだった。どうやら彼女は全ての真相を把握していたようだ。これがそのメッセージだ。現在時刻東部標準時2016年4月24日21時36分。私の名前はケラー、サイト81のセキュリティエージェントです。この映像を見ているということは、おそらく他の世界のエージェントたちでしょうね。あの出来事を経験してから毎日夢であればと願いましたが、現実は無常ですね。全てが死に絶えました。人間も動物も植物も。私は勤務中にキャッチした信号を確認するため
ある場所を訪れ、その場所で洞窟を発見しました。その時すぐに上層部へ報告すべきだったのですが、軽率でした。軽い気持ちで洞窟の中に直接入ってしまいました。そこで私が見たのは、道路、いえ、植物、すべてが私たちの世界と同じ。私たちが住む世界と完全に一致する世界。しかしすべてが死んでしまった。信じられない光景を目撃した私は、司令部に報告するため元の世界へ戻りました。そして洞窟を出た瞬間、すべての植物は枯れ果て、空を飛ぶものはすべて落ち、水中の生物はすべて水面に浮かびました。こんな形で終末を目にすることになるなんて。そしてその終末を引き起こしたのが、人類を守るために戦う集団の一員である私だなんて、誰が想像できたでしょうか。私が想像していた終末は、巨大な巨人が復活したり、深海の巨大な生命体が暴れたり、人類の力では解決できない宇宙からの脅威だったり。しかし結局こんな形で終わるのですね。不死身のトカゲ、全てを錆びつかせる老人、顔を見ると殺される怪物、そして財団が収容している多くのオブジェクト。もうどうでもいいのです。全て死んでいるでしょうから。私は考えました。一体何が起きたのか。なぜ私を除いた全てが死んでしまったのか。そこには何かがあったのです。目に見えず匂いも重さもない何かが洞窟の向こう側の世界に。それは死です。死という概念そのもの、それが私と共にこの世界に来たのです。理由は分かりませんが、それは一人では他の世界へ移動できないようです。だから宿主が必要だったのです。何も知らず何も疑わず、そして生きたまま洞窟を越えることができる。過去ヨーロッパでペストを運んだネズミたちは、自分たちが恐ろしい病気を運んでいることを知っていたでしょうか。私は人類にとって根絶すべきネズミ、ゴキブリ、蚊のような存在になりました。いや、それ以上かもしれません。だから私は自分を収容室に閉じ込めました。そしてこの銃と共に自らを根絶することに決めました。よく聞いてください。この映像を見ているあなたたち、そしてもしそこにいるならもう一つの世界の私。もしかすると私に起きたことがあなたたちにもすでに起きているかもしれません。洞窟を越えた瞬間、あなたたちは何も知らないまま死を運ぶことになるでしょう。そうなった時、あなたたちも決断を迫られるでしょう。私のように。どうかあなたたちの世界では同じことが起きないことを心から祈ります。洞窟から流れ出る巨大なエネルギーを捕捉。これは核爆発です。一体何が起きているんだ。イプシロン13との連絡はどうなっている。連絡は途絶えています。ちょっと待ってください。あれはイプシロン13から送られてきたドローンです。早くドローンを回収して何があったのか解析しろ。ドローンには向こう側の世界のさまざまなサンプルと冷蔵メッセージが収められていました。メイン画面に表示しろ。彼らが何に直面したのか直接確認する必要がある。司令部へ洞窟を通じたもう一つの世界から連絡します。まず SCP-2935 に関する報告です。今回のオブジェクトの正体は死そのものです。私たちがいる世界の財団もこの世界に通じる洞窟を発見し、その場所にこの世界のエージェントケラーが直接探索に行きました。そして彼女は自分でも知らないうちにもう一つの世界の死をこちらの世界に連れて帰り、全ての生命が死に絶えてしまいました。
そして私たちがこの世界に足を踏み入れた瞬間、もう手遅れだったのです。おそらくこの死という存在はすでに私たちと一緒に元の世界に戻ることを期待しているのでしょう。現在ここはサイト81の武器貯蔵庫、人類が対抗できないオブジェクトに対応するための核弾頭が保管されている場所です。私たちは考えました。今まで何のために戦ってきたのかを。機動部隊イプシロン13のエージェント16名、私たちはここで最後を迎えることにしました。この規模の核爆発なら洞窟がある場所まで完全に吹き飛ばせるでしょう。ロイ、デボン、カエル、アンダーウッド、オールマン、ダニエル、インディゴ、アリ、ストレート、アレックス、マイク、オルガ、レイ、アーノルド、ケラー、そして私ジュノ。元の世界に残された私たちの家族、友人、大切な人々をどうかよろしくお願いします。人類のために、人類のために。